伊藤先生の作品を見てすごく感じるのは、怖さとかその発想の奇抜さっていうのももちろんあるんですけども、何よりすごい上品というか優しさというか、とにかく品がいいなっていう印象があって、伊藤先生のホラーってちょっとユーモアもあったりとか、なんか子供がこうふっと想像しちゃうもの、イメージをそのまま描き出してるような印象がありますね。私もそれ以前から藤本さんの名前は存じ上げておりまして、エイリアンのフィギュアをいくつか出されてて、それすごく素晴らしい出来のフィギュアで、ほとんど買ってたりなんかしてたんで、藤本さんに私の陶芸をフィギュアにしてもらえるかっていう、すごく嬉しくてですね、ぜひそれはお願いしますということで企画がスタートしたという感じですね。富江のすごい感情豊かなところ、喜怒哀楽がすごいはっきりしてるところにとても惹かれるんですよね。怒るときはとことん怒るし、でもううろたえるときはとことんうろたえるし、悔しがるときはもう顔をもう悔しいっていう表情で出して感情を表現するところ、そこにすごい魅力を感じます。富江は美しさももちろんですけど、そういう人間的な喜怒哀楽の面白さみたいなものにすごい惹かれますね。これ応募作で月刊ハロウィンという雑誌の梅津賞っていうのが創設されまして、それに応募しようと思って書いたものなんですけど、当時歯科技講師という仕事をしながらですね、プロットとかを考えて、とりあえず美女を描きたいと、美しい女性をまず描きたいなというのがありまして、不思議な感覚というのを交えてですね、ああでもないこうでもないという感じでプロットを組み立てていったという感じですね。富江ってやっぱり時代の流れですごい表情とか顔つきとか絵の感じもね、結構初期中期後期で変わってくるんですけども、一般的なファンのみんながこう想像するイメージの富江というところで、時期としてはだいたい中期ぐらいなんですけども、そこにとらわれず最大公約数ファンが持つイメージの富江っていうのをちゃんと表現再現できるようにっていうのがまず第一でありまして、で伊藤先生にも直接ご意見を伺うことが何度かできまして、横顔のラインとか首の姿勢つき具合とか、そういうところの的確なこう意見を聞くことができても、すごいよりいい陶芸になったんじゃないかなと思っております。藤本さん才能がですね、対象物を非常に正確にフィギュアに落とし込めるというか、再現力の素晴らしさに驚きましたね。エイリアンのフィギュアを見てですね、すごく映画の第一作目の映画のエイリアンを見事に特にフードの形とか顎のラインとかですね、そういったものが多分決定版じゃないかと思うぐらいの出来栄えでですね、造形力というか再現力というか、そういったものがまず非常に秀でた人だなと思いましたね。あと女性のフィギュアなんかは
柔らかいラインでですね、非常に愛らしい少女の表情とかムーブメントといいますか、こうポーズの重心がちゃんとあるというか、優れた彫刻家になれる才能を持ってらっしゃる方だと思いました。フィギュアといえどもやっぱり生きているような存在感のある、ちゃんと本当に前の動き次の動きが想像できるような立体物富江というフィギュアを心がけましたね。表情、顔ももちろんなんですけど、その髪のなびき方であったりとか、派手なポーズではないんですけどちゃんと躍動感、存在感、そういうところを意識しました。富江というキャラクターはですね、自分一人の個体しか富江と認めないっていう、そういった性格で、バラバラにされて増えちゃうんですけど、増えた他の富江は存在を許すことはできないという非常に独善的なキャラクターなんで、自分以外の富江をこう踏みつけて優雅にこう歩いているっていう、そういったポーズがとても富江の本質を表しているなというふうに思いましたね。で、下に踏みつけられている富江もそのうち復讐してやるというような感じでいろいろ企んでるんじゃないかなっていう、そういったなんかドラマ性も感じさせてくれるフィギュアだと思います。首のつき方とかそういうところに人体として自然なつき方っていうんですかね、なんかそういうところをやっぱりすごい大事にされてるんだなっていう印象がありました。そこは僕も造形をする上ですごい人体の構造とかそういうラインとかっていうのを大事にしてるところなので、まあ大変刺激を受けたというか、ちょっと嬉しくなりましたね。そういうところを言っていただけるっていうのは。富江は自分で自分のことを世界一美しいっていうキャラクターなんですけど、私の描く富江はそんな満足してないっていう、私が描いたエッセイ漫画があるんですけど藤本さんの富江はもうちょっと点数が高いんじゃないかなと、富江自身が見てですね、高得点をつけるんじゃないかなと思いますね。